斉藤先生。はい。総選挙終わりましたね。終わりましたね。はい。すごい勢いでしたね。高市自民党すごかったっすね。すごかったですね。やばかったね。3分の2来ましたね。3分の2。388か387、確かね、擁立してたんですけど、20名ぐらいしか落ちてないです。逆に今回落ちた人って何なんですか？いやー、よっぽど対立候補が強い人。そうですね。でも、中道改革連合、やばいっすね。小沢一郎さんもついに落ちてしまいました。世代交代ですね。世代交代ですね。はい、中谷一馬さんもね、落ちたりとか。結構立憲の先生でもやっぱり実力があって、すごく素晴らしい政治家の方もいらっしゃるんですけど、割よくいましたね。石川香織とかね。そうです。やっぱ優秀な方はね、残ってほしかったんですけど。石川さんもね、ここで踏ん張ればね、党首ぐらいのね、では党首選出るかぐらいな感じだったんですけどね。惜しかったですね。席配率ももうちょっと高ければね、いけてたんですけど。いやーでもね、高市自民党の追い風もあったし、中川くんがね、そうですね。ちょっとイメージいいのよね。やっぱそうですね。はい。商社マンでね。ゆうこさんちょっとね、イメージ悪くなっちゃってたからね。北海道11区。北海道11区、同じ弔い選挙だったんですけどね。そうですね。ちょっとダメでしたね。そうですね。選挙区、うちのロケットのところなんで。大事なところですね。やっぱ、小選挙区自民党の政治家ゴリッと出てくれると、それはそれで、いろいろと進むんですよ。いや、結構これ大事で。そうですね。やっぱ与党の政治家が、選挙区いるのといないのでは、全然違うんですよ。しかもね、高市政権のすごく重要な宇宙政策入ってるんで。6分野宇宙政策入ってますんで。しかも輸送系っていうキーワードが入ってた。はい。ちゃんとロケットっていうのがもう文言として入ってるんで、圧勝でしたね。圧勝でしたね。本当だから、あそこもね、仙台の、選挙宮城も、森下さんが、千里さんが、そうですね。安住さん。まさかのね。をビートしたしかも比例復活もしないってやっぱり、グッジョブですよ、あれは。あれはグッジョブですよ。すごい。森下さん。グラビアアイドル時代から僕知り合いなんですけど。いや、これね、一つ思ってたのが、参議院の立憲の人いるじゃないですか。騒がしい人たち。あの人たちも多分反省した方がいいと僕は思ってるんですよ。あの人たちが騒いだがゆえに立憲のやっぱり価値を下げて、衆議院のやっぱり実際立憲の先生とかも何人か言ってたんですよ。あの人たちが騒ぎすぎて立憲のイメージが悪いと。泉健太さんも言ってたんですか。SNS やらない方が、うちは票が伸びるんじゃないか。あれはね、参議院の立憲の先生は絶対反省した方がいい。確かに、うちに来てくれてた政治家のうちの番組、レモンのそれってどうなの？これに来てくれてた、もう中谷さんとか、立派な政治家よね。そうなんですよ。立憲にもこんなすごいいい人いたのとかね。公明党の方々も、みんないい人たちだよね。伊佐さんも、おめでとうございます。よかった、ギリギリ入りましたね、伊佐さん。ギリギリ伊佐さん、入りましたけど。公明党全員当選。公明党全員当選。一番の価値しかも議席増えてますからね。そうです。うまいことまたね、なんかね、立憲の人たちが、1、2塁までしか行ってくんない。3塁まで行ったらうちがバックホームさせるんですけど、とかってね、言ってましたけどね、バックホームできませんでしたね、ほとんど。反ワクチンの原口和弘さんも見事落選されて、お疲れ様でした。もう戻ってこなくていいです。はい、先生お疲れ様でした。惜しかったですけどね。いや、でも本当に、これね、やっぱ国会議員やってて、もうわかるでしょ ?3 分の2を抑えることの、委員会ポストっていうのが大事なんですよね。特に委員長ポストですね、やっぱりね。衆議院予算委員会の、委員長を、立憲でしたから。そうです。これだからなかなかね、予算審議が進まないですよね。そうなんですよ。委員長がだから指名したりとかするんですよね。そうなんです。委員会の運営も国体とかもすごく変わってくるので。国会対策。国会対策。全然変わりますよ。一応、今回3分の2取ったんで、もう自民党が。だから3分の2取ったから、もう維新いらないかって言ったら、これ、参議院、維新いるんですよね。そうですね。それは圧倒的にいりますね。一回だから、衆院議員で法案可決されて、参議院に否決されても、再可決できるんだけど、まあ60日間かかるんで。そうですね。もう、サクッと参議院で通った方がいいんですよね。ということで、今、与党、維新と自民合わせて3議席足りません。どうですかこれ、無所属とか、チーム未来とかもね、めっちゃ躍進しましたけどね。僕は個人的には、これだけ躍進したチーム未来の人気を取り込んで、
もう僕は自民党はチーム未来を連立に引き込むべきだと思うんですけどね。ということでね、国会始まります。何日から始まるんですか？ 18日から始まります。衆議院で議決して、はい、まあそれはサクッと決まります。はい、参議院どうなると思います？主案指名。いやいや、もうでももうほぼ、もう前回も高市さんの名前でやってるので、はい、もうそこはもうサクッといくので、サクッと決めて、もう一回組閣し直して、もう早く進めていきたいという。会期が150日を予定しているということです、通常国会通り。はい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 。すごいね、結構スピード感持ってやりそうな感じはしますね。政界動いてきましたね。令和はもう存在感示せず、そうですね。山本太郎さんが逃げちゃいましたから。でも、令和消滅の危機は免れましたね。これ自民党のおかげで。自民党がね、ちょっとね、もうちょっと、取りこぼした分をね。取りこぼした分を取っていきましたけど。ということで、今回国民民主党もちょっと票を、そうですね。失敗しましたね、戦略。でも、玉木さんも結構ね、いいポジションいらっしゃるので、結構面白いところを、なるほど。ポジションなんじゃないかなと。中道改革連合は分裂しますかね？いや、だってね、野田さんとりあえず、野田さんは退陣でしょ。ねって言ってたんで、さあ次の代表が誰をして、どう判断するのか。いや、もう玉いないですよ。いないですよね。もう一回泉さん戻ってきますか？わかんない。だから中道改革連合としては、一応公明党の議員いっぱいいるんで。そうですね。その辺が来るんじゃないの？斉藤さんも一応やっぱ責任は取らなきゃいけない。そうですね。どういう風になっていくの？もう参議院の先生方もね、立憲公明どうされるのか。ねえ。本当にわかんないですね。ご本人たちもなんか本当わかんないって言ってたんで。本当。だからリーダーシップ取れる人ほとんどいないんじゃないの今。そうなんですよね。だからゴリゴリにやるようなね。結構みんな落ちたからね。昔の小沢さんみたいにね。あれもだから自民党が少数与党になった時も、小沢一郎クラスの政治家いたら、もう、ゴリゴリっと。いやもう絶対あれは千載一遇のチャンスやったんです、あれは。政治っていうのは、どれだけ、醤油を捨てて大道につけるか。はい、だって、政策が完全に合致してる人たちが同じ党を作ってることなんかありえないんで、みんなやっぱちょっとずつ考え方似てるっていうのはあるけれども、やっぱ、ね、醤油を捨てて大道につかないと政権って取れないんで、あんな千載一遇のチャンスをなんで逃したんですかね？全くやる気がなかった。僕はもうそこが一番怒ってますね。あんな野党一致団結すれば政権が取れたタイミングなのにも、話すらしなかったし、話すら来なかったっていう。あれはもう本当に。最悪ですね。もうチャンスを逃したからもうこうなるのはもう。関の山ですね。まあ、完全にあれ、大失敗でしたね。あの時ね、玉木さんあたりを担いでね、政権取ればよかったのにね、玉木首相で。そしたらね、議席伸ばしてたと思いますけどね。変なプライドさえなければね。変なプライドね。ということで、そろそろ寒いんで、この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。